皆さんこんにちは。やぶ基礎デッサン講座の藪下です。初級編23回目は箱を覆った木綿の布を描きます。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。布は薄くて大きく広がる平面的なイメージがある素材ですが、他のものを包んだり覆ったりすることでとても立体的な表情を演出できます。今回は初級編第1回の立方体の動画で使った立方体を木綿の布で覆っています。立方体は布に覆われて見えませんが、布の形を決定的に支配していますから、いつも立方体の形と明暗を意識しながら描いていきます。また布は立方体を覆うことで高さができ、大きなゆったりとしたシワや、また逆に小さなシワや折れ曲がり、立方体に直接触れている部分の少し緊張感のある形などの表情を見せてくれます。白い布ですから、明暗の階調表現の練習にもなると思います。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。モチーフはこれですが、書き出す前にモチーフをしっかり観察しておきます。布の下に立方体が感じられる部分はどこか、その部分と他の部分の布のシワのでき方の違い、形を描く手がかりになる布の大きく曲がっている部分や、立方体の影響を受けている大きな明暗の配置などを確認しておきます。また、布を上から見ることで各部分の前後の位置関係がはっきり見えますから、上からの観察も欠かせません。モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを理解している方が確実に良いデッサンが描けると思います。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。画用紙はやつ切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 2H から 3B までの濃さの鉛筆を使いました。また鉛筆の濃さをこのように表示していますから参考にしてください。制作時間は3時間40分でした。動画の再生速度も画面中に表示しておきます。この動画を最後まで見て、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などをぜひ参考にしてください。動画を見て、なるほど、そうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。また、初級編第16回の木綿の布の動画で使ったのと同じ布を使っていますが、今回は凹凸のある M 画用紙ではなく、いつも通りのあまり凹凸のない画用紙を使い、書き方もティッシュではこすらず、奥まった陰影の部分に刷筆を使う程度にしています。書き方も少し違っていると思いますから、そちらの動画も見返してみてください。それでは、箱を覆った木綿の布のデッサンを始めましょう。当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに書くのか、大体の位置と大きさを薄く書きます。布の下の立方体の形を意識しながら、布のよく曲がっている部分の位置を探りながら描いています。間違った線も消さずに上からどんどん描いていきます。よく曲がっている部分を手がかりに、小さな曲がりは無視して、できるだけ大まかな形を直線で描いています。形を描いていきます。最初にモチーフの左右の端を決めます。ここからここまでにデッサンしましょうという長さです。次にこの長さに対する高さを決めます。測り棒を使って縦横の長さの割合を確認しておきます。他にもこの図のようによく曲がっている部分が横幅の長さの間のどこにあるのか、また高さの間のどこにあるのかを測り棒で水平線、垂直線を想定して必要に応じて検討しておきます。ただし、あまり細かいところまで測りすぎると辻褄が合わなくなってきますから、よく目立つ大きな部分の比率だけで構いません。また、この図のように形の大きな傾きやポイントになる2点を結ぶ傾斜がモチーフのどこを通っているかを測り棒で確かめると、形を検討するのに役に立ちます。測り棒の使い方は準備編5の測り棒の使い方を参照してください。
布の下の立方体の形を意識しながら、布のよく曲がっている部分の位置を探りながら描いていきます。各部分の位置や傾斜を大まかな直線を使って描いています。全体の立体的な感じをつかむために大きな陰影をざっくり描いています。最初にお話ししたように、大きな傾きを持つ形はその傾きを延長するとどこにつながるのかを確かめると、形がより正確に描けます。もう少し自然な形になるように、各部分の位置関係も検討しながら描き起こしていきます。今回はこのぐらいで形を完成にして中の明暗を描いていきます。輪郭線や細かな中の形はデッサンを進めながら決定していきます。形からはみ出している線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くしておきます。消しゴムの消しカスも跳ねぼうきで払っておきます。明暗を描いていきます。最初に光源の位置、モチーフの一番暗い部分、明るい部分、大まかな明暗や明暗の流れ、影側や下向きの面の反射光、布に隠れている中の立方体が感じられる部分、布の張りと緩みのコントラストなどを確認します。見えているのは布だけですが、形は立方体の形に支配されていますから、立方体の3面の一番暗い右側面から描いていきます。形に沿う方向の線を使い、明暗や強弱もつけながら描いています。B の鉛筆を使っています。大まかな明暗は目を細めてみるとよくわかります。目を細めたりしっかり開けてみたりしながら明暗を検討します。布の膨らみによる明暗は円柱形の明暗変化を適用して暗い帯を意識して描いています。また鋭角的に曲がっている部分の暗い帯や特に暗くなっている部分を少し強めています。
中間の明るさの左側面を描いていきます。白い布ですからあまり黒くならないように注意しながら、立方体の左側面としての明暗プラス布のシワの円柱形の明暗を考えて描いていきます。布のシワは明快な輪郭線を持たない部分がほとんどですから、線の束で描いて大まかな形を表現します。一番明るい上の面も側面との境目付近の明暗の変化を中心に少し鉛筆を入れておきます。初級編1、立方体の上の面の明暗の出来方を思い出してください。立方体の右側面としての暗さを念頭に置きながら、布の大きなシワの明暗を描いていきます。布のシワの明暗変化は円柱形と同じと考えて、明るい、中間の明るさ、暗い帯、反射光を一体で考えます。この右側面は暗いですから、円柱形の明暗変化がよく観察できると思います。また下を向いている面は下からの反射光があり、ぼーっと明るくなっています。大きなシワの暗い帯から描き出して、シワの大きな明暗変化へとつなげます。これらの部分は光の届かない奥まった部分にあり、かなり暗くなっています。この部分をしっかり暗くすることで、立方体の形の影響を受けている立ち上がった布の部分と台紙上に広がる平面的な部分の区別がつき、見えない立方体の存在感を強めます。布と台紙の接する接地面の暗い影も描いていきます。この影を暗く描くことで、平面的な台紙と置かれている布のどちらの存在感も高まります。また布と台紙が接している部分の影は濃く、浮き上がっている部分が少し薄くなりますから、一本上司の線にならないようにします。布のデッサンは最初は形を追うのが大変ですが、大きな面としての明暗を捉えながら少しずつ小さな形を書き込んでいくと、どんどん実在感が出てきます。明暗が分かりにくいときは、今描いている面が光に対してどの方向を向いているのかという理屈も明暗表現に役立てます。右側面に戻ってきてデッサンを続けます。円柱形に見立てた布の鋭く曲がっている部分の暗い帯から鉛筆を入れていきます。また反射光を描くことで布の膨らみを立体的に表現することができます。布の形の明暗は大きな面の明暗描写から徐々に小さな形の明暗へと移りますが、大きな面を描いている時もよく目立つ特徴的な形や暗さは同時に少し描いていきます。どの部分を描いている時も光の方向に対する面の向きを考えます。また全体の中で一番暗い部分、明るい部分と比較してどの程度の明暗なのかをいつも注意しながら描いていきます。
奥まった発色の鈍い暗さに達筆を使っています。この部分は手前にある形の終わり、布が二重、直角の形など強い要素が重なっていますからよく観察をします。また小さな形ですが暗い帯や反射光を描いて厚みを表現します。左側面も立方体としての中間の明るさを意識しながら布のシワによる大きな明暗変化を描いていきます。ところどころにある少し暗い部分を拾いながらそれが所属する面の向きを意識して全体の中での明るい暗いを検討します。左側面のシワも分かりにくいですが円柱形の明暗変化が適用できますから明るい部分、中間の明るさ、暗い帯、反射光を見極めてください。この部分はかなり奥にありますから強くならないように弱く薄く描いておきます。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いてモチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして描くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、描くのサイクルを常に繰り返します。特に今回のモチーフは白い布で明暗の美しい階調がとてもよく見えています。よく見えるということはそれだけ情報量が多いということですから多い情報を画面が破綻することなく表現するには細心の注意が必要です。大きな立方体としての明暗、光の方向に対する各部分の形の面の向きの変化による明暗変化、一番明るい部分、一番暗い部分を基準にした滑らかな明暗の階調、布が立方体の角に当たって少し張ったような直線的な表情とそこから垂れ下がる布の柔らかな曲線との対比、立方体部分の布と台紙状に横たわる布の表情の違い、モチーフの高さ方向と奥行き方向の空間表現などいろいろなことを同時に注意しながらデッサンを進めます。手前にあるこの部分の書き込みを強めます。この奥まった部分を暗く鈍く描いてその上のシワの明るさとのコントラストを強めてシワを前に出します。またこのシワの下側には反射光による明るさもあります。布の折り返し部分の厚みや小さな形の凹凸なども書き込んでいきます。右側面に戻ってきて書き込みを続けます。全体の明暗に注意しながら小さな形の明暗変化も書いていきます。手前は強く濃くはっきりと書き、
遠ざかるにつれて弱く薄くぼんやりと書いて、前後の空間を表現することも忘れないようにします。奥まった部分の暗さを達筆で鈍くしておきます。小さな部分ですが、大きなシワの終わる形ですから、しっかり観察して描いていきます。この部分は布が立方体の頂点と両線に触れていますから、はっきりそれと分かる布の直線的な硬さが感じられます。ここをしっかり描くことで中の立方体を表現します。この部分は布が膨らんで立方体と触れてはいませんが、立方体の形の影響を確実に受けていますから、それと分かるように描きます。また光源の方を向いた斜め上向きの面がありますから、かなり明るくなっています。立方体の明るい上面を描いていきます。明るい部分の書き込みは手薄になりがちですが、暗くなりすぎないように注意して H 系の鉛筆を使って微妙な形の変化による明暗を追いかけます。ここでも立方体の上面としての基本的な明暗プラス布の凹凸による明暗を考えます。また手前の頂点付近は3面の明暗さを強め、奥まった部分は鈍い明るさにすることで立方体の立体感と奥行き方向の空間を表現します。練りゴムを使って光を受けている明るい面を明るくしています。白くデッサンするつもりで、場所によって尖らして使ったり、平たくしてさするように使ったり工夫して使います。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつデッサンを進めます。先ほども言ったように、この部分は手前にあり形の終わる部分でとても重要ですから、
しっかり観察して書き込みます。布の折り返しによる厚みがあり、接地面の影、反射光、暗い帯を描くことでしっかり厚みも表現します。素材の厚みを描くことで存在感がしっかりと表現できます。全体を意識して空間や明暗の表現に破綻がないか、弱い部分はないかなどに注意しながら、さらに書き込みを続けて完成に向かいます。そろそろこの辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？今回は箱を覆った木綿の布を描きましたが、中に立方体が入っているために高さや芝の緩急が非常にダイナミックでしたね。初級編第16回で描いた台紙状に広がる布とは一味違った立体感の強い表情になったのではないでしょうか。白い布の美しい階調を表現するには繊細な観察力が試されるとても良いモチーフだったと思います。それでは今回の要点をまとめます。1、見えない形を常に透かしてみる。布に隠れていても中の立方体が布の形を作っています。常に角はどこか、面はどちらを向いているかなど立方体の形と明暗を意識しながら描いていきます。2、複雑なカーブを直線で捉える。布の形はいきなり曲線を追わず、大きく曲がっている部分を直線でつないで大まかな形をつかみます。
3、シワの膨らみを円柱として考える。シワの一つ一つを小さな円柱と捉えて、明るい、中間の明るさ、暗い帯、反射光を一体で考えます。4、明暗の基準を決める。一番明るい部分、一番暗い部分を基準に各部分の明暗を検討します。5、張りと緩みのコントラストを書き分ける。角に当たってピンと張った直線的な表情と、そこから垂れ下がる柔らかな曲線、この対比が布らしさにつながります。はい、皆さんお疲れ様でした。箱を覆った木綿の布のデッサンの説明は以上です。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。